いやーみんな、マスクドオーディション、閉幕しましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でしお疲れた。様でした。いやーもうね、始まる前から SNS 上でもう出演者の皆様とファンの皆様の、なんていうんですかね、バチバチ感すごかったですね。すごかったですね。もうアピールの応酬がすごかったよね、各バンドの。そうですね。バンバンなんか全部俺に対してツイートしてんじゃないかなって思う瞬間いっぱいあってさ。で、ライブ中もさ、すごい熱いステージを叩きつけてくれたんだけど、もう全員が俺の方を見てなんかライブやってるような感じしてさ。それはちょっと自意識過剰かもしれないですね。あ、本当ですか？本当ですか？でも煽られてる部分もありますよね。そう煽られてる場面も。そう。俺を煽る瞬間がやっぱあってさ。で、バンゲの皆さんもチラッとこっち見るのよ。その瞬間に俺も顔作んなきゃいけないや、かっこいい顔。作ってたんですね。作ってた。本当にたくさんのね、ファンの皆様にご来場いただいて、まあ大盛り上がりだったマスクドなんですけど、ちょっと我々の制作委員会で、なんか各アーティストさんのなんか見た感想みたいなのもちょっとずつ言っていけたらいいなと思うんですけど、皆さんよろしいですか？はい。はい。じゃあまずトップバッターを務めていただきました儚木さん。トップバッターって絶対緊張するよね。そうですね。いきなりこんなにパンパンのお客様の前でですからね。でも、そう、SE になって堂々と出てきてもらって、やっぱなんか、いきなりビジュアル系の、まあ、王道っていうわけじゃないですけど、和をコンセプトにしたね。そうですね。なんか皆さん和な衣装でされてて。本編中にこう曲で後ろ桜だったのがすごい印象的でしたね。そうだね。ですね。なんか時期も相まって、泡と季節と桜ですごい雰囲気あるなという感じはありましたね。見事マスクドオーディションの突破を飾っていただけましたね、儚木さんに。はい。次はですね、2番手、ルノワさん。ボーカルのヤモンくんがライブ中に言ってた、ビジュアル系を俺たちは変えるって言ってた言葉がとても印象に残ってて、そういうことを言うボーカルの子結構いっぱいいるんだけど、なんか彼が言ったそのセリフに関しては本心なんだろうなっていうのがとても僕には突き刺さりまして、ちょっと今後に期待したいなっていうのがありますよ。上に噛みついていく姿勢というか、でかつなんかこうちゃんとお客さん一人一人を見てるなっていうのがすごい感じて、そこに誠意を感じましたね。すごくいい人だろうなって思ってました。あとマイクの持ち方がいいね。確かに。あれヤモンオリジナルにした方がいいよね。先輩特許。SNS もハッシュタグ勝ちてでツイートしてくれてましたね。気合入ってたね。だからなんか今後のなんかルルノさんの活動楽しみだなって僕は結構ね期待してますよ。では次3番手空泣さん。俺ビビったのが結構いきなり SE に携帯の音入ってたんですよ。そうですね。ざわつきましたね、あれ、フロアが。携帯の音が急になり始めて、誰だよ、携帯の音切ってないのはと思ったら SE の演出だって。ちょっと面白いから終わった後にこの演出パクっていいって僕言っちゃいました。どこで使うんですか？いやでもやっぱりなんて言うんだろうな、今回見たバンドさんの中ではもう特に女の子キャラだったので、なんかすごい可愛かったなっていうのは、感じましたね。あとはやっぱりその前々から言ってますけど、声質が特に特徴的で、結構唯一無二な女性っぽい声というか、まあいいなと思いましたね。僕も最後あれですもんね。五右衛門さんに男性ですよねって確認しましたもんね。しっかり話したら男性でした。でも可愛いもう細身のねスタイリッシュな方でしたよ。はい、次は4番手スーパーノヴァさん。びっくりしましたよ、僕はこのバンド見て。全楽器ヘッドがないんですよ。いや、あれすごいですよね。なかなかないですよね、そんな。ヘッドレスギターとヘッドレスベースを使ってて、でもなんか僕はバンドミーティングを勝手に想像しちゃって、みんなでヘッドやめようぜみたいな言ってる姿を勝手に想像すると、ちょっとみんな可愛いなって思っちゃいました。可愛いな、このバンド。あとはなんかサウンド的にすごいパーティー系だったんで、なんか僕はすごい勢いを感じるバンドだなと思いましたね。なんか自分たちの売りでもある勢いっていう部分をもっともっと前面に打ち出せていけるといいんじゃないかなと思いましたね。そのステージのパフォーマンスも含め。
多分伸びしろはとてもあるバンドだと思います。はい、次は5番目、カクリオパンダさん。このバンドさんはですね、唯一僕がメモ帳にですね、何も書かなかったバンドなんですよ。皆さんは結構僕知り合いなんですよ、カクリオパンダさん。で、やっぱりもうベテランの色気というか、安定感というか、もう別に穴とかないです。MC も面白かったですもんね。面白いしね。いきなり幕開いたらパンダで被ったお兄さんが立ってたからね。いや、あれめっちゃ痺れましたね。痺れたね。で、歌うまいんよな、それでパンダのお兄さんが。曲のクオリティも高いし。被り物だからマスクドは俺たちでしょみたいなお話されてたのがすごい良かったですね。確かに。企画にも声を出して笑ってしまいましたよね。確かにって思う。では次6番手、東京花嫁さん。いや、でも勢いあったね。やっぱりボーカルのカムイくんのなんかライブ運びもとてもうまかったなと思いましたけどね。色気もあるし。さすがなんか今勢いがあるバンドっていう雰囲気はすごく感じましたよ、僕は。皆さんどうですか？会場の一体感の作り方とか、今だけは僕に浮気ってみたいななんか下りの、すごい良かったですよね。いや、やっとSNS 上の春谷さんにも出会いまして、はい。いや、ライブ途中からどんどん服がはだけていって、最後で裸に近い形で帰っていくっていうのが、ボーカルのカムイくんとのギャップっていうもので、これがまたいい感じにインパクトがあってよかったなって僕は思いましたよ。いい体してましたもんね。じゃあトリオを語っていただきました。次は闇寺さん。すごかったね。もう出てくる前からお客さんがキャー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 言ってて。そうですね。すごい声聞こえてましたね。終わってからハッシュタグのツイートとかも闇寺さんのファンの方が一番多かった気がしますね。確かに確かに。すごいファンの方が熱い感じはしたね。でもライブもかっこよかったね。鳥の重鎮感というか、やっぱ活動歴もそこそこね、もう長くやってらっしゃると思うので、すごい堂々としたステージングだなというふうにはお見受けしましたね。やっぱああいういい兄貴的存在というか、なんか僕も憧れちゃいましたよ。はい、ということでですね、ちょっとザダッとになりますが、各バンドさんのことに触れさせていただきましたが、もう気になるね、今回マスクドオーディションの通過されたバンドさんを発表したいと思います。今回マスクドオーディションを見事通過された2バンドさんは、東京花嫁さんと闇寺さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いやもうね、すべての審査基準を満たされておりましたので、我々マスクド制作委員会としても満場一致で東京花嫁さんと闇寺さんにさせていただきました。おめでとうございます。ということでですね、東京花嫁さんと闇寺さんは、これからマスクド取り下ろしアーシャを撮影しようと思っております。イエー！アーシャの中に混ざるわけですね。そうだよ。楽しみですね。やっと29アーティストのパズルが全て揃うんだよ。今回ですね、惜しくも通過が叶わなかった、バンド様、これで、私たちマスクドとご縁が切れたわけではないので、これはご縁が始まったということなので、なんか機会があったらまた何か一緒にやれたらなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。はい。ということで、マスクドオーディション、僕なんかすごいやってよかったなと思ってますけど、皆さんどうですか？いや、もうほんと個性的な、もう全バンド、いろんな個性があるライブでしたね。なんかすごく良かったです。やっぱ応援してるお客さんの後ろ姿がすごく良かったですね。そうだね。はい、ちょっと SNS といろいろファンの皆さんも盛り上げていただいた部分多かったと思いますので、改めてありがとうございました。はい。俺たちのことを知ってもらいたい、上に行きたい、売れたいっていう気持ちが、ステージ上に全バンド出てたなっていうか、で、なんか僕は久々にこういうの感じたんで、改めて自分の身近にいる、やっぱ売れていったアーティストって、活動初期の頃ってみんなこういうライブやってたなと思ってて、だからやっぱライブってそういう気持ちであれば、きっと心が動くんだろうなっていうのを改めて感じさせていただきました。ということで、いよいよ1ヶ月後はマスクドですね、皆さん。はい。頑張っていきましょう。この後ですね、テレビやカフェの用意もしておりますので、ぜひお楽しみにしていただけたらなと思っておりますので、今後ともマスクドよろしくお願いします。お願いします。お願いします。